じゃあ、すやしますわです。今日は100均で買い物をしてきました。で、これで何を作るのかというと、で、ここの中で作業したり、撮影したり、するときに、どうしてもカメラを固定したりとか、照明を固定したりとかするようなものが必要なんですけども、腕が3本も4本もあるわけではないので、今日はカメラスタンドと照明を作っていきたいと思います。で、ここのネジのところ、実はそのカメラの三脚と同じネジなので、デジカメを固定することができます。で、ちゃんとカメラも固定できます。このクランプに結束バンドで、縛ってみました。今、この出っ張りのところにこのクランプで挟んでみましたけど、カメラの電源入れてみると、こんな風な画面が見えてます。で、ここで照明をつけてみると、こんな感じになると。うまいこと考えました。これを上の方に緩めると抜けます。で、結束バンドこれを上の方にやっとけば、こういう風に足広げて普通に三脚として使えますよと。で、クランプにはめるときには足をすぼめて、このクランプの持ち手を挟んで、このタイラップで止めると。そうするともう動かなくなりますと。で、クリップ式のスタンドにできると。ほんでバンバンやん。この結束バンド自体は下には落ちてきませんので、これもう1本入れて、で完成にしようかな。でそれから、LED の照明なんですけども、こんなステーをここにかましてみました。でそれから、もうこのクランプのここのところに、穴を開けて、こういうふうに、なんかボルトナットで留めて、照明にしたいと思います。はい、開いた。そしたらワッシャーで止めてしまうだけです。はい、ドライバーで締めてきました。今度は完璧ですね。はい、ではこの照明をどっかくっつけたいと思います。今これブレーキ用ホースかな、なんかにこう挟んでます。でライトを照らすとこんな感じになると。はい、バンバンですね。向きも変えられるし。はい、それでは、BMW のセビの続きやっていきます。で基本的なバラシの続きです。でまずこの、ラジエーターのカバーというんですかね、ここのところを外していこうと思います。で、ラジエーターのカバーは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10箇所か。10箇所のクリップで止まってます。で、純正だとプラスドライバーで外すことができるんですが、このネジプラスチックなので、何回か外したりつけたりとかしてると、だんだんとネジがバカになってしまいます。なので私はバカになったところはプッシュリベットでつけてあるようにしています。次はプッシュリベットがたくさん残ってます。私この内装剥がし使います。はい、じゃあここ抜きます。持ち上がりすぐ持ち上がりましたね。でこれ抜きますと。で、全体的に持ち上げるので抜くと。はい、抜けました。プッシュリベットっていうのはどんな仕組みになっているのかというと、これが今フリーの状態ですね。ここの3個爪がありますけども、このリベットを押し込むと、この先っぽが広がって、抜けなくなるようになると。で、ここを押し戻してやると、こうなるとこの先っぽがすぼまるようになるので抜けるようになるというような仕組みのリベットになっています。これは再利用可能なリベットですね。こことここにトルクスネジがあります。はい、T25 です。はい、外れました。じゃあ次このファンシュラウドも外そうかと思います。ファンシュラウドにはこことここにコネクタがあるので、これまず外しておきます。これって抜くんだったっけな。
えらい簡単に取れたぞ。これ抜かなくてもいいのかな。こう押さえてるけど、はい、抜けた。こことここにネジがあるな。ずいぶん長いネジが出てきました。こっちはプラスですね。さっきと同じようなネジリベットです。そうするとファンシュラウドが動きました。はい、動きますね。はい、ファンシュラウド抜きます。ファンシュラウド抜くときに、この奥のホースが引っかかるので、それをちゃんとうまく避けながら抜いてください。はい、抜けました。ファンシュラウドこんな形してます。抜くとこっちのボンネットエンジンの前のところに隙間ができてかなり作業性が良くなります。ファンシュラウドを外したところからエンジンの前方から見てます。下に、スプラッシュシールドが見えますけども、オイルでべっちょり濡れているのが分かります。ちなみにさっき作った照明を使って撮影しています。スプラッシュシールド外します。スプラッシュシールドはこんな形してるんですが、これ今車の前方ですね。前方バンパーのところに1、2、3、3つ目取れちゃってないですね。それから脇っちょのところに1箇所、2箇所、それから後ろに1、2、3箇所、合計で10箇所のボルトで止まってますね。これを外していきます。これで全部のネジが取れたんですが、もうはまっちゃってる。折れてる。はい、抜けました。はい、スプラッシュシールド外しました。オイルでぐっちょり汚れてます。で、こんなにオイルで汚れているのは、前から言ってますが、オイルパンからのオイル漏れによるオイルですね。ちなみにこの車購入した時にヘッドガスケットとかオイルフィルターのガスケットからもオイル漏れしてたので、こんなもんじゃないぐらいにこのスプラッシュシールドは汚れていました。これも後で洗いたいと思います。はい、次はこのリインフォースメントパネルを外したいと思います。このリインフォースメントパネルを外すときには、この辺の穴の中にある 16mm のボルトを外します。結構トルクがかかってたように覚えてます。16mm です。ちょっと斜めに刺さってます。はい、ボルト1本抜けました。これは最後にします。はい、こんな感じになってます。オイルがついたところは砂が落ちていかないので、この砂まみれになってますね。これでリインフォースメントパネルの取り外しの終わりです。エンジンオイルを抜きたいと思います。画面のほぼ中央ちょっと上あたりにオイルのドレンプラグがあります。確か 17mm だったかな。来た。上のキャップを外すともっとドバッと抜けてくるはずです。開いた。しばらくオイルが抜けるまで待ちましょう。タイヤ外してる間にオイルがほぼほぼ抜けたようですね。完全に落ちなくなる。